こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、やっとのことで村人の引っ越しが完了したと思いきや、パワードレールの設置を横着したために、トラブル発生です。せっかく身を張った静止を物理的にすり抜けて、村人は逃げていきました。つまり、大親友が引っ越していく最後の別れ際に、乗り物が見えなくなるまで追いかけ続ける、ハンカチなしでは見れないシーンね。これで約10分間の時間ダメージが避けられなくなったと考えると、別の意味で泣けてきます。というか、本当に地味に痛すぎて痛いです。まあ確かに地味に痛いことが痛いわね。なお前もお話しした通り村人の引っ越しは初めてで、やってみないとわからないことが多く、ただでさえ思案を巡らしているところなんです。この村人が秒が距離圏外に出たらトロッコは止まるか、あるいはトロッコの運動エネルギーが維持されたままなのか、さらに考えることが増えてしまってます。小難しいわね。さて前回は、ピラミッド拠点までレールを敷き、遠く離れた村から羊飼いと農民を引っ越させてきました。その後は闇の村に居ついたことを確認してから、田舎暮らし拠点に取引物をかき集めに行く予定でしたが、世の中うまくいかないものです。あら、そのまま追いかけるのではないのね。気にはなりますが、どの道後で田舎暮らし拠点に行くので悩んでます。まあともかくパワードレールの材料を補充し、ラバたちの世話を済ませて、やはり今村人を追いかけることにしました。秒が距離圏外に出た村人トロッコがどうなるかの確認を先にすれば、そのことを考えずに済むようになります。で、一体なぜここにからのトロッコが、ここで村人がトロッコ乗り捨てて逃げた？またところてん発揮してるわよ。ちなみにここだけの話、これがさっき自分が乗り捨てたトロッコだと気づいたのは、プレイ後に収録データを念入りに確認した時まで待つことになります。さてまずやるべきことは、やはり終着駅の整備です。同じミスはしたくないものね。で、ラグさんに少々、棒を持っていた時に妨害されましたが、最近作ったばかりのレシピは完璧な記憶が維持されており、レール系のクラフトはバッチリです。今の棒2本は何だったの？正真正銘置き間違いです。で、レッドストーントーチの持参し忘れは、同じミスではないのでセーフということで、2分の時間ダメージがきっちり入るけどね。さて何事もなかったかのように4分カットして、終着駅はトロッコ2台が止まれるようにした方が望ましいんですよね。つまり、村人と仲良くワンツーフィニッシュしたいのね。そろそろ飛び降り下車でトロッコ回収するのがだるくなってきたんです。なお、この企画では縛りの関係で、取引できる村人は闇の村の住民に限定されています。なので、きちんと村人が住み着いたかを確認したくて、この点はある程度こだわっているのですが、しかし何せ未経験なもので、ウィキなどから伺えるように、本当に村人が住み着くのか半信半疑です。今のところはどう見ても、この洞窟に住み着いているわね。さて、日暮れ時の村人英字ダッシュを待つまでの脇つぶしの配置がえでもと思いましたが、依然として良さげな松明配置パターンが思いつかないままです。とりあえず前回以降に考えたのは、段差が1段までのエリアを区域分けし、その各区域で一定パターンの松明配置を行う方法ではあったのですが、例えば松明をここに置けば、周囲の明るさはこんな感じとなり、左右の脇つぶし有効範囲の差が倍も出てきてしまいます。これでは松明がもったいないと、遮蔽物を意識して松明は高いところから置くことを考えてみても、松明配置を単純化することが至極困難です。つまり松明配置の単純化と、松明の節約とのバランスが難しいということよね。やはり脇つぶしモッドのような処理を、とある脳内の演算能力的にこなすことを目指すのが良い気もしますが、現時点で隣の松明まで何マス離れているかすら戸惑っている私には、かなり先が長い気がします。脇つぶしのプレイ不足が露呈しているわね。さて松明の修練はここまでにして、ぼちぼち準備しても良い時間帯です。
日暮れまでに村人をなるべく洞窟の入り口近くに連れて行きます。というか、なぜこんな奥にいるの？早速逃げ出したわね。多少の距離とっても無駄なのに。諦めが悪い王女、なんで？村人の減少傾向が見られるわね。まさかと思うのですが、ひょっとしてあのピラミッドを見るのが嫌で逃げたがるのでしょうか。もしそうだとしたら、二人の村人、至極まともなのよね。さて、外はどんどん暗くなってきています。なおプレイ中は秒が距離圏外に村人が出たらアウトと思っていたせいで、ここで途中下車して就寝することは、まるで電車から飛び降りるかのような思い切りが必要となりました。村人とロッコがゾンビにぶつかったらアウトだし、どの道かけよね。でも一応計算はしてました。歩行速度が毎秒 4.3 メートルとの記憶だけはあったので、トロッコの速さと10秒ほどのピットストップを考慮しても、ギリで大丈夫かなと。無駄な計算だったけどね。そして、村人のふるさとである丸石の木がある村の脇を通り過ぎて、その少し先で、あと少しで田舎暮らし拠点というところで、脱獄した村人がなぜか近づいてきます。あのピラミッド牢屋だったの？まあ動物にでもぶつかって跳ね返ったのだと思いますが、ともかく今度は私が逃げる番。しかし私は逃げも隠れもしないので、村人を通過させて正々堂々と追いかけます。それはどうでもいいけど、一人目の村人がここまで来たということは、結局村人は秒が距離圏外に出てもトロッコは止まらないようね。いえ、止まっていたところ、二人目の脱獄者のトロッコに押されて動き出していたのかもしれません。まあともかく、二人でかなり先に行かれてしまったので、なんだか寂しいです。そしてピラミッド近くまで来たところで再び夜に、ここでのピットストップは安心して行えました。もし村の湧き潰しが終わってたら突っ込んでいけたわね。で、ここからは走って追いかけます。闇の村終着駅でトロッコが止まれるのは2台だけなんですよね。まあでも、ここで2台止まれるようにしてなかったら厄介なことになっていそうで、危なかったです。結果良ければこんなこともあろうかとなんとやらね。なんで？跳ね返せた。さすがにこれはゾクッとくるものがありました。正解詞としては、トロッコを素早く置くことだったかしら。まあ割とこの収録では最初の脱走から動転しっぱなしのままでして、プレイ中はそれに気づくどころではなかったです。ともかく、無事に村人がワンツーフィニッシュを決めたことに、心の底からほっとして祝う気持ちでいっぱいとなりました。悔しさはなかったです。やっぱり奥にこもってしまいます。ついに洞窟で丹精込めて育ててきた村人が、巣立ちする日が来たようです。まだわからないけどね。いやでも、巣立ちした村人はトロッコから降りた場所が一段高かったです。ひょっとして今まで失敗したのは村の中心からの高さが足りなかったから？それからしばらく待って、夕方近くになりました。待つ間は松明の修練をしていたので、羊飼いの姿は見てません。で、家路ダッシュを始めたのを確認し、まだ巣ごもり中の農民の様子を見ようとしたら、司書がサボテンに引っかかりました。まあサトウキビ集めるの面倒なので放置です。また村人減るわよ。村周辺はなるべく保全したいので、サボテンを壊したくないんですよね。農民の巣立ちはまだのようです。まだまだまともなままなのね。さていくつか手応えを感じてきましたが、再び夜を迎えるまでに急にだるくなったので、今回はここまでとなりました。中途半端ね。よく言えば、プレイを一旦切ってどうするかじっくり考えよう、という判断です。さて次回ですが、二人の村人が闇の村に居ついたのを確認し、取引を少々、そして田舎暮らし拠点に行って取引物集めを始められればと思っています。なお、トロッコに乗りながら羊毛集めができないかとふと思ってしまったので、田舎暮らしで試行錯誤する予定です。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。